不動産屋さんの怪談です。今回は警察官だった方が体験したお話です。警察官だったというのは、あることがきっかけでその方は警察官を辞職されたということです。それは30年ぐらい前、その方を仮に太田さんとしておきますが、太田さんは東京豊島区で警察官をしていたそうです。当時はまだ警官になって間もない時で、太田さんは警察署内にある留置場の係をしていました。そんなある日のこと、豊島区の繁華街にあるアパートを管理している管理会社から警察に連絡があったそうです。それはそのアパートの住人から、自分の部屋の階の通路を通るとおかしな匂いがするという苦情が入ったということでした。都会のアパートを複数管理している会社ですから、事の次第を予想して早速近所の交番の警察官とともにそのアパートに向かったそうです。そしてすぐに異臭のする部屋を特定し、合鍵でドアを開けて管理会社のスタッフ、警察官の順番で中に立ち入りました。すると管理会社のスタッフが思わずうわっと叫んだそうで、居間にこの部屋の住人の男性が倒れているのを発見しました。警察官らがスタッフを制してその倒れている男性を確認すると、すぐに事件の可能性が高いことが分かりました。どうやらその男性はこの部屋で殺害されたようで、死後どれくらい経っているかはその段階では不明ですが、すでに死臭が充満していました。そして警察官らは部屋の状況、倒れた男性の状態などを確認し、所轄署に無線連絡をしました。間もなくアパートの前にはパトカーと移動交番のワゴン車が到着して、殺人事件ですから所轄署からは何人もの警察官がやってきたそうで、やじ馬もいっぱい集まっていました。さて、そんな物々しい現場に日頃は留置場係の太田さんも応援で行かなくてはなりませんでした。被害者の部屋は6畳の居間ともう一つの6畳の部屋があり、台所と風呂トイレ付きで都心の一人暮らしのアパートとしてはまあまあな広さでした。でも殺人事件ですから、そこには捜査官、鑑識係などたくさんの人が出入りしている上、現場保存もあるので足の踏み場も限られて歩くのもままならない状況でした。被害者の遺体はすでに鑑識によって調べられ、仰向けの状態で担架に乗せられ床に置かれていました。そんな中、太田さんは周りに気を使いながら先輩の指示に従って捜査の手伝いをしていたそうです。するとその先輩たちの中に一人だけ定年間近なのが見て取れる初老の警察官がいました。その人は何を調べるでもなく、指示をするでもなく、ただ部屋をうろうろしているだけに見えました。すると太田さんは近くにいる捜査官に、太田、こっちに来てくれと呼ばれたそうです。そこでその先輩の捜査官のもとに行こうと一歩踏み出した時でした。突然その初老の警察官が横からふらりと太田さんの前に現れて、うろうろしながら太田さんの行く手を遮ったそうです。太田さんはもう2歩目を前に出して進むところだったので、その初老の警察官とドンとぶつかってしまいました。ぶつかった勢いでバランスを崩した太田さんは思わず真横にあった被害者の担架をまたいでしまったそうです。するとそれを見ていた鑑識係の先輩が、バカ野郎、太田の間抜け、仏さんをまたぐな、ここではな、仏さんが一番偉いんだよ。そう言って太田さんの頭をこついたということでした。太田さんは自分が被害者の遺体をまたいだのはあの初老の警官のせいで、なんで自分が怒られなきゃならないんだと内心少し腹が立ちました。こうなった原因を作った張本人の初老の警官は一部始終見ていたにもかかわらず、一言も謝らず自分には関係ないとばかりにアパートから出て行ったそうです。結局太田さんは鑑識係の先輩に謝り、
自分を呼んだ捜査官のところに行きました。すると捜査官は少し意味ありげに、自分も若い頃遺体をまたぎそうになってね、先輩に止められたことがあったよと苦笑いをしたそうです。そして現場をうろうろするだけのあの初老の警察官は、署内でもあまり仲間から相手にされていない人だということが分かりました。その後実況見分も終わり、遺体も搬送され、太田さんは元の警察署に戻ったそうです。そして上司に報告すると、鑑識係に被害者の遺体をまたいで怒られたことを言われたので、太田さんはあの初老の警察官が邪魔をしてぶつかってきたことを話しました。すると上司はその初老の警察官のことで意外な事実を教えてくれました。あの人は名前を寺島さんといい、元は捜査のエキスパートと呼ばれた敏腕警察官でした。そのため優秀な人材が集まる本部の凶悪事件担当の部署のメンバーだったそうです。1963年に起きた吉信ちゃん誘拐殺人事件と呼ばれた有名な事件の捜査のメンバーで、寺島さんが犯人の特徴をいち早く調べ上げ、捜査本部に報告したそうです。ところがある事件がきっかけで、それからはまるで人が変わったように使えない人間になってしまい、職場には寺島さんの席はなく、外勤のパトカーに乗って巡回するだけになったそうです。今はただただ定年退職までの時間稼ぎで仕事をしているふりをする人になってしまいました。それを聞いて太田さんは、たとえ優秀な警察官でも何かのきっかけでそんなことになってしまうのかと思ったそうです。ただそうなった事件のきっかけとは何だったんだろうとふと気になりました。さて上司に報告が済むと、太田さんは早速いつもの留置場に戻って仕事を再開しました。でも太田さんはいつになく倦怠感があり、今から思えばその時すでに何かが始まっていたのかもしれません。その日留置場内にはいろいろな事件の被疑者が留置されていたそうです。するとその被疑者の一人が太田さんを見るなり急に「おまわりさん、あのおっちゃん誰？」と怯えた声で言うと、太田さんの後ろを指さしたそうです。太田さんはもちろんそこには自分以外誰もいないことは知っていたので、何をバカなことを言っているんだと思い、その時は無視したそうです。すると何日かしてからです。太田さんはまた自称霊感のあるという別の被疑者からも驚いた様子で、おまわりさん、警察官じゃない格好の男性がおまわりさんの横や後ろに並んで一緒にいるよと言われました。その時は太田さんもぎょっとして少し気になったそうです。そしてその後も太田さんのそばに男性がいると、留置場の被疑者から怯えて言われることがたびたびあり、ああまただとさすがに怖くなってきました。ただ留置場の被疑者以外から言われることがなかったので、留置場に幽霊でもいるのかなどと半信半疑で思っていました。さてそんなある日のことでした。警察学校の同期の友人たちが太田さんを飲みに誘ってきました。当直明けの銭湯から戻った時でタイミングもよく、早速友人の警察官たちと4人で近くの居酒屋に行きました。ビール片手にワイワイガヤガヤと主に仕事の話をしていたそうです。そこで太田さんが、この間〇〇3丁目のアパートで殺人があってさ、それに呼ばれて捜査官の下で働いたんだよとこの前の殺人事件の話をしました。そして続けて、それでさ、寺島とかいう定年間近の人なんだが、その親父がさ、仏さんのそばで俺にぶつかってきて、避け損ねて俺、仏さんをまたいちゃったんだよ。と太田さんは周りの笑いを誘ったつもりで言いました。ところがそれまでケラケラと笑いながら話についてきた友人たちが突然ピタッと黙り、手を止めシーンとなったそうです。すると友人の一人が、
お前それマジかよ」とポロッと言いました。みんな真剣な面持ちで太田さんを見ているので、太田さんは焦ったそうです。友人は続けて「仏さんをまたぐとさ、その仏さんについてこられるって話だぞ」と真面目な口調で言いました。そして友人は意外な話をしてくれました。それは殺人現場のアパートでぶつかってきた初老の警官の寺島さんのことでした。どうやら寺島さんの過去は警察官の中では大変有名なことのようでした。優秀だった寺島さんは1982年の千代田区で起きたホテルニュージャパンの火災の救助にも当たった人でした。ところが寺島さんはその火災で亡くなった人たちの遺体安置所にあった身元不明の遺体をうっかりまたいでしまったそうです。ベテランの寺島さんはしまったと思いました。でもそれからすぐでした。寺島さんは自分の周りで常に同じ男性を見かけるようになったそうです。そして自分は人に見張られているなどとわけのわからないことを言い出しました。あの遺体をまたいだ時から周りには見えない人が寺島さんだけに見えていたらしいのです。そしてついに周りは見るに見かねて彼を休職扱いにしました。そしてしばらく休養し職場に復帰してきた時はふぬけのようになってしまったということでした。いつも現場ではぼーっとして他の警察官の仕事の邪魔になるだけの存在になってしまいました。友人らはそこまで話すと太田さんに「お前もやばいよ。その殺人事件の被害者の霊につきまとわれるぞ」そう脅したそうです。太田さんは震え上がりました。なぜなら太田さんもその寺島さんと同様、遺体をまたいだその日から留置場の被疑者からは男性がそばにいるなどと言われ続け、体調もそれ以降ずっと優れず、実は良くなってはいなかったのです。微熱や疲労感などなど病院に行っても対処療法だけで原因不明でした。その夜太田さんは塩で清めて次の日に神社にお祓いをしてもらいに行きましたが、手遅れだったのか事態は好転しませんでした。でもなんとか1年警察官として勤務を続けたのですが、結局体調不良は改善できず退職せざるを得なかったそうです。皮肉にも寺島さんによって太田さんも遺体をまたいでしまい、寺島さんと同じような運命をたどってしまったということです。その後太田さんは地元に帰って全く別の職種に就き、体調は改善したそうです。ところでアパートで寺島さんは本当に太田さんにうっかりぶつかったのでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。